私もその会場に行って練習室に、伺う際に電子ピアノが置かれている楽屋もありますし、そういった楽器に触れるたびに何かこう、技術の発展といいますか、そういうのをひしひしと感じますね。音色もそうですし、サウンドも実際のピアノに被験するようなものが台頭してきているなという印象ですし、あとはやはり一番利点なのはヘッドホンをつければ夜中でも使うことができるのがすごく強みだと思うので、もっと練習しないとっていう風になったらもうちょっと夜通しで練習したいので、そういう時には自宅にも購入させていただこうかなと考えてます。先ほど演奏させていただいて本当に驚いたのが、もうその音の響きがまるでその SKEX のようだなというふうに思って、でそれで後々お話を伺ったら、やはりその音のサンプリングで SKEX の音も使われているっていうので、なるほどって思ったんですけど、本当に河合楽器さんが持ってらっしゃるその音へのこだわりとかそういったアイデンティティっていうものがこの、モデルでももう見事に反映されているなというのが最初に弾いた時に受けた印象です。で響きがもう先ほど申し上げたようにその低音から支えてくれる、で高音もブリリアントになりますし、それをこう楽器から体感できるようにサウンドが設計されてるなっていう。だからまるでもう自分がある種コンサートを聴きに行ってホールで聴いてるぐらいな響きを目の前で浴びることができるので、このような楽器で日々練習を積むことができたら、めきめきとその音へのこだわりとか、響きへの想像とかがつくんじゃないかなというふうに、思いました。上達するための一番大切なのはいい楽器で、演奏することで、やはり何のためにじゃあ練習をするのかとか、何のために勉強するのかっていうのは演奏するためですので、できる限り自分の頭の中で実際にホールで演奏しているような響きをイメージし続ける。でそれのイメージに寄せて、じゃあどういうふうに弾いたらいいんだろう、どういうふうな体遣いをしたらいいんだろうとかっていうことを考えていくことが一番大切なことだと思って、やっぱり音にどれだけこだわりを持つのかっていうのがどの楽器でもそうですけど、ピアノでも最も大切なことですので、少しでもやっぱりいい楽器でやることが大切。電子ピアノでしたらニーズに合わせて対応してくれますし、そういったピアノを用いて常に音を想像しながら練習をすることこそが上達への一番の道だなというふうに思っています。